朝鮮半島に国という概念がどのようにあったのかは日本と違う点が多いでしょう。朝鮮の古代王朝から長い歴史の中で、朝鮮半島の王朝は実際は中国の王族が建国したものであったりします。紀元前に成立した英史朝鮮の朝鮮半島の初代王の永満は中国の燕の出身と言われていますし、高句麗王の東明王は中国皇帝の子孫だと自称しています。高麗王朝を建国した王権の先祖は、中国の唐の皇帝の宿宗としているし、李氏朝鮮の李成桂は明に冊封された状態で国を与えられ、朝鮮という国号も明によりこの時与えられたものです。実際には歴史を通じて中国大陸の姿勢とは別に、朝鮮半島にも王がいて、中国皇帝に対する朝鮮の王という主従関係が有史以来続きました。強大な地域を支配下に収めていた中国が周辺民族や周辺諸国に対して朝貢を求め、それに応じた国々に序列を結んでいたわけですから、朝鮮半島が例外というよりも、むしろ朝貢を断り、古くから皇帝に対等な天皇を擁した日本の方が、アジアでは特殊だったと言えます。それでは中国には国という概念があっただろうかといえば、それこそが存在します。中国の中と外という概念はあるけれど、その外は様々な民族が群雄割拠し勢力を変化させています。そこには国という概念というよりもむしろ勢力図のようなものにも見えます。朝鮮半島は半島という立地上、遊牧せずに定住したように見えます。ポイントと思われるのは遼東半島です。隋や唐の時代には遼東半島は中国に含まれていません。朝鮮半島の高句麗が占有していました。唐が朝鮮半島に攻め込んだ際に編入されました。秦の始皇帝の支配地域にはこの半島が含まれます。後の漢もそれを引き継いでいます。遼や金はそもそも北東アジアにいた民族ですから、これらの国々はこの半島を領有しました。その後それらを引き継いだエリアとして、元や明、秦の時代もここを占有しました。10世紀以降中国の異民族統治時代は、つまり北東アジア民族によるものでした。日清戦争で勝利した日本は、遼東半島の領有を主張しています。豊臣秀吉の明への出兵は遼東半島まで至っています。朝鮮出兵とよく言われますが、これは明討伐の大遠征です。満州国はこの半島を含んでいます。この地域には高句麗時代から、もしくはもっと以前から朝鮮民族が居住していたと考えられます。満州国の五族共和の概念は、満州族、漢民族、蒙古族、朝鮮族、日本民族が協力して国を建設するという意味となっています。当時満州国はアジアにおいて最も先進的な国家であったという見方ができます。現に肥沃な土地であった満州には多くの日本や朝鮮半島からの移民が増え、五族共和の理念のもと多民族国家として発展しました。韓国は日本から侵略された、土地を奪われたと言いながら竹島にこだわっているのは、実は北西の方角に国民の視線を向けさせないためという見方もできます。朝鮮族が住む広大な土地は北西側に広がっており、歴史的に朝鮮半島のエリアでもあった時代は長く続き、高句麗の時代は700年も続いています。漁業が盛んというわけではない韓国が、人すら住まない竹島よりも、領土問題はむしろ中国と行うべきではないでしょうか。韓国が中国から奪われた土地についてや、侵略された時代について文句を言うことは一切ありません。さて、今回は朝鮮半島の各王朝の建国の歴史と領土と民族分布について考えてみました。この動画が良いと思われた方は、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。